お、見えてきたぞ。こんばんは。ただいまのね、時刻がだいたい夜中の3時ぐらいになるんですけど、ここは渋谷駅。ちょうどね、あそこにピカピカしてるライトが見えると思うんですけど、あそこ山手線と埼京線の線路でして、今ね、夜を徹しての保線作業が行われているところです。本当に今渋谷はね、大規模再開発の真っ只中。ここのバスターミナルも廃止されたのかな。もう本当に来るたびに変化がある、そういった街になっていますね。今日はね、日曜日の夜中、月曜日の、朝とでも言いますかみたいな感じでして、しかも天気はこのように雨となっておりまして、もう本当に人がまばらといった感じです。でここが有名なスクランブル交差点ですね。ご覧の通り人が全然いないし、これが東急百貨店ですね。もともとあったところ、だいぶ解体が進んできました。もう深夜なんで道行く車は全部タクシー。ちょっと数えてみます。どれぐらい連続でタクシーが来るか。もうこの画面も全部タクシーですよ。123これ違うか、これ違うけど3、そして4で次も違うか。でもこの辺並んでるのもほとんど全部タクシー。渋谷はね、読んで字のごとく谷になっていまして、こっちが宮益坂、そして反対側が、道玄坂ですね。道玄坂の坂の下のところにあるのが渋谷となっております。この谷はここを流れていた渋谷川によって作られていたもの。そして、向こうの方だったかな、あっちの方が、宇田川という地域だったりしますけども、宇田川というのも川の名前で、宇田川と渋谷川がここで合流していたというんですね。今は立派に道路が交差して多くの人が行き交うところになっているところですね。今多くのね、建物が立ち並ぶ渋谷ですけども、ほとんどが、目立つ建物ほとんどはね、東急と西武のですね、建物ですね。109だって東急の建物ですし、あっちの方にある渋谷パルコは西武ですね。でここにありました東急の百貨店もこっちにあります渋谷スクランブルスクエアのビルディングも東急。この東急の百貨店の跡地にはね、また渋谷スクランブルスクエアの西棟っていうのが建つそうでして、ここにまた一つ大きな高層ビルが並ぶことになりそうです。とりあえずね、このスクランブル交差点を渡りまして、センター街の方に行ってみましょうか。人っ子一人いないね。やっぱこのセンター街の道がおおよそさっき言った宇田川が流れていたような土地になるわけですね。でこの道ですね、一応しっかり名前がありましてね、バスケットボールストリートっていう名前があります。あんま知られてないらしいですが、あんまりセンター街の方には用はないんで戻ってきました。ここにね、三千里薬品とかね、天津甘栗とかあるんですけど、これ戦争は終わったちょっと後ぐらいからずっとここにあるお店らしくて、かなり歴史があるお店らしいですよ。時代の先端を行く街と見えても意外と歴史が残っているようなのが渋谷の街であります。ここがね、JR 渋谷駅の、南口の方の歩道橋の上ですね。首都高も上に走っていて多くの交通が行き交う場所になっていますが、そこを伝ってね、次に渋谷川をちょっと見に行こうかなと思います。僕渋谷駅来ると毎回道に迷うぐらい渋谷駅の構造が本当迷宮って感じで抜け出せないんですけどね、やっぱこの探検を機にね、慣れたいですよね。さすがに毎回迷ってるようじゃねダメだよね。でこの上があれか、山手線とか湘南新宿ラインとかが通ってるところですよね。昔は東急線もこの上を通っていたとか聞きますけど、その東急線が地下に設置されたんで、こっちの方に新しく山手線とか湘南新宿ラインのホームがこっちの方にもともとあったんですけど、南のね離れた方に山手線のホームの隣に移設された工事が何年か前にありましたね。早速道に迷ったんですけど、分かりました。大丈夫です。再開発ばっかでね、いろんな仮囲いがあって、道が変わったりね、
歩道橋の上り口が分かんなかったりとかするんで、それがちょっと大変ですけど、であっちが最初にいたとこですね。最初にいたとこがあっちで、こっちからぐるっと一周回ってきたといった感じですね。でこれが渋谷スクランブルスクエア、ちょっと上の方まで見渡せないほどでかい。でこっちに渋谷ストリーム、両方とも東急のビルです。最近ね、渋谷の再開発のこととか調べたり、昔からどうだったかとか調べたりしてね、大体ね建物の位置関係とかが分かってきて、ようやくこの迷宮から抜け出せそうかなといった感じですね。はい、やってきました。これがね渋谷川、あっちが北方向のあれが渋谷スクランブルスクエアで渋谷駅方面で、こっちが南側という感じになります。この渋谷川はね、もうほとんどが暗渠化されておりまして、今は地下を流れているといったような状態です。確か最近までこの辺も全部本当に埋まってて、この辺りだとどこからも見えるとこなかったらしく、その再開発の一環で掘り出されたとかいったような感じなんですけど、それが渋谷ストリームなのかな、名前がもうそうだもんね、ストリームってね。多分渋谷ストリームの建設と同時にこの辺が、暗渠化されていた渋谷川が掘り起こされて、こうやって綺麗に整備されたといった感じなんだと思います。多分渋谷川はね、もうこっちの下流の方行くと古川という風に名前を変えます。渋谷川の水ってこんなに綺麗になったんだ。川底が見えるぐらい綺麗だな。でもう一つ渋谷の歴史を語る上で欠かせないのが東急東横線ですね。この渋谷川沿いをずっとここまで走っていたらしくて、その地下に移設された後はここに駐車場があったり、そしてさっき言いました、渋谷ストリームとか、あと渋谷スクランブルスクエアがあったりするところに、かつて東急東横線が通り、そして向こうの方には東急東横線の渋谷駅があったということです。だからここら辺の渋谷川の沿いをずっと歩くっていうのは、もうここもそうですよ。全部そうですよ。東急東横線の廃線跡をこれじゃん、上にちょうどあるよ。東京急行電鉄東横線、東急ですね。東横線の方がこの場所で交差していた地図があり、かつての写真がここにありまして、当時八幡橋という橋があったそうでして、どういう交差をしていたのか今はちょっとよくわかんないんですけど、これは柱じゃなくて、多分柱が作ったものなんですけど、このあれですよね、これが多分当時のこの八幡橋の一部を再利用して作ってるっていうことだと思います。多分こういうベンチのところに残ってるなんかレールとかもさ、これも使ってたやつなのかな実際に。でも新しくレールを持ってきてここにわざわざ置く理由がないから、多分使ってたやつだと思うんですけど、それとこっちもね、タイルが多分このレールを模して並べてるんだと思うんですけど、でこの今歩いております渋谷川沿いの廃線跡を今は渋谷リバーストリートという風に呼んでいるそうです。わかります？この緩いカーブ、これがかつて東急東横線が通っていた廃線跡です。そうこれですね。これが東急東横線の高架橋の跡です。でも高架橋ってことは、さっき地面に埋まってたレールってあれか、別に当時のそのまんま埋めてるわけじゃなくて、上の高架橋にあったやつを多分下にそのまんま埋めたみたいな感じなんですかね。そうだろう。でこっちが渋谷川ですけど、ここで東急東横線はもうぐーっとあっちにカーブして渋谷川を離れるといった感じですね。この先はね、遊歩道としてはあんま整備されてないので引き返すことにしますけども、この先にやたら細長い建物がね、ぐーっとカーブしたようにあってですね、これも東急東横線の廃線跡に建てられた建物ですね。上から見ると本当に分かりやすいですよね。今ちょうど渋谷駅に引き返しているところなんですけど、今ここに55番というのがありまして、でね、こうやってちょっと歩くと次
53、あれ54度は54、そこですね。54、53といった具合でだんだん渋谷駅に向かって数字が減っていく謎の数字があります。これも移行かな、わかんないわ。でこれが何を表しているのかと言いますと、昔高架線の橋脚がここにあったわけですけども、その渋谷駅から1番で始まってずっと数えてきたのがここに今書かれているらしいです。だからこういう感覚で当時は高架橋がね、こういう風に今ありますねがあったということですね。こんな感覚であったんだ。てか僕東横線が上に通ってた頃に渋谷に来たことがないんでね、ちょっとその頃の様子は知りえないですけど、僕が初めて渋谷に来た頃はね、あれはありましたね。銀座線の旧ホームはありました。で使ってました。それは覚えてるんですけど、それ以外本当に全く変わっちゃってね、全然覚えてないですよ。覚えてないっていうか、そもそもここは見てないんですけど、だんだんと空が明るくなってきました。ただいまの時刻がもうね4時を過ぎたところですね。だからこれはあれですね、上にあった線路を多分ここに埋め込んだっていうだけだと思います。渋谷のセンター街とかスクランブル交差点とかそっちばっか行くじゃないですか、多くの人が。南側は面白い。これはいや本当にね、来てみるといいと思いますよ。道もいろいろ見るのが面白いし、何よりね川が綺麗だし、東京都内で綺麗な川がね身近に感じられる。そしてこんな都会でね身近に感じられるいいとこになりましたね、渋谷も。昔僕はやっぱり人が多すぎるとか、それは今もですけど、やっぱ治安がとかそういうのを心配してた部類なんですけど、全然こっちの方ならねそんなに治安悪くないだろうからいいんじゃないかな。あとね、渋谷スカイね、行ってみたいね。今日はさすがに無理だけど、多分近々ね行こうとは思ってるんで、その時はちょっと軽く動画にしようかなと思うんで、ぜひねそちらもご覧ください。渋谷はねもう本当に東急が作った街といっても過言ではないぐらいね、東急の力によって栄えた街でありますからね。この渋谷ヒカリエも東急ですよね。もう東急に囲まれて、JR は長らくねちょっときつい思いをしてたというところもあると思いますけど、最近ねそういう東急とか JR、 そしてこのじゃないな、奥だな、奥のね銀座線を運行してあります東京メトロ3社一丸となってこの渋谷の再開発の事業を進めているようです。というわけでね、スクランブル交差点に戻ってきました。僕ねこれから銀座線の始発で帰ろうと思うんですけど、最後にね銀座線の駅すごい綺麗なので紹介して終わろうかなと思います。ぜひね終電とか逃した際にこういうのやってみてはいかがでしょうか。僕のチャンネルの視聴者さんとかそういう人いないと思うので、ぜひね昼間でもね来てみてください。これはよく言われる話ですけど、この銀座線のホームが地下鉄なのにもかかわらず、渋谷だと地上3階にあるんですね。これがどれだけ渋谷が谷の底にあるかというのを示していることだと言えますね。で銀座線ホームが来まして、多分これが辺りが昔ホームがあった辺り、ちょっとピントが合わないな、辺りが昔ホームがあった辺りなんですけどもね、昔はそこに東急百貨店があってその中にあったような感じだったんですけど、それも解体されましたので、もうお空が見えるようになりましたね。これがね銀座線浅草駅。ここね僕割と好きな駅なんですけど、何がいいかって上に河川がないことですよね。銀座線は第三機場方式なんで、横から電気を取るんで上にパンタグラフとかがないんで結構スッキリして見えますよね。とか言ってたら始発乗り遅れたわ。いいや、次でいいや。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。